皆さんこんにちは、田中です。突然ですが、皆さんはどうやって日本語を勉強していますか？教科書、アニメ、ドラマ、YouTube、世の中にはいろいろな教材があります。でも、こんな風に思ったことはありませんか？いろんな教材を使ってみたけど、日本語の実力が上がっているかわからない。好きなアニメを見て日本語を勉強したいけど、どうやって勉強すればいいのかな？そんな方のために、今回の動画では、とっておきの日本語の勉強方法をご紹介します。どんな教材を使っても、日本語の聞く力、読む力、書く力、話す力をバランスよく鍛えることができます。ステップバイステップで説明するので、よかったら最後まで見てくださいね。今回ご紹介する方法では、短い動画を何度も繰り返し見ます。まずは一つ使いたい教材を選びます。教材は YouTube 動画、アニメ、ドラマ、何でもいいですが、同じ動画を何回も見るので、1、2分ぐらいの短い場面だけ選んでください。今回は例として、この YouTube チャンネルの中から、X さんの日記という短いストーリーを使って勉強方法をご紹介します。動画のリンクは概要欄をチェックしてください。まず最初に字幕をつけずに一度動画を見ます。このステップでは内容が全然理解できなくても心配しないでください。どんな話なのか予想してリスニングしてみましょう。次は動画の意味を理解するステップです。英語字幕をつけてもう一回動画を見ます。さっき字幕なしで動画の内容がだいたいわかった方は、このステップは飛ばしても大丈夫です。次はディクテーションです。紙とペンを用意してください。字幕なしでもう一度動画を見るのですが、この時、今度はワンフレーズずつ動画を止めて、聞こえた言葉を紙に書きます。こんな感じです。今日は学校で日本語の授業を受けました。一回聞いてわからなかったフレーズは少し戻って何回も聞いてみてください。完璧に書けなくても大丈夫なので、わかった言葉だけ書いてみましょう。全部ひらがなで書いてもいいですが、漢字で書けるところがあれば、漢字も使って書いてみましょう。次にディクテーションの答え合わせをします。日本語字幕をつけて、もう一回動画を見ます。X さんの日記シリーズの動画では、無料のトランスクリプトの PDF を公開しているので、それぞれの動画の概要欄のリンクからダウンロードしてください。字幕やトランスクリプトを見ながら、聞き取れたところ、聞き取れなかったところを確認してください。ここで知らない単語があったら、一つずつ調べましょう。単語をノートにまとめて、自分だけの単語帳を作るのもいいですね。次に声に出して読んでみましょう。ワンフレーズずつ動画を止めながらセリフをリピートします。こんな感じです。今日は学校で日本語の授業を受けました。今日は学校で
日本語の授業を受けました。日本語で作文を書いて発表しました。日本語で作文を書いて発表しました。お手本をよく聞いて発音やイントネーションを真似してみましょう。次はシャドーイングの練習です。シャドーイングはフレーズのすぐ後から声に出して読む練習方法です。こんな感じです。今日は学校で日本語の授業を受けました。日本語で作文を書いて発表しました。シャドーイングは慣れるまで少し難しいと感じるかもしれませんが、とても効果的な練習方法なので、ぜひやってみてください。難しい方は、最初はトランスクリプトを見ながらやっても大丈夫ですが、慣れてきたら何も見ないで音声だけ聞いてやってみましょう。最後にトランスクリプトを見ながら最初から最後まで自分で音読します。きっと最初に読んだ時よりスラスラ読めるようになっていると思います。スマホを使って自分の声を録音して聞いてみるのもいいですね。いかがでしたか？このようにいろいろな教材を使わなくても、一つの教材を繰り返し工夫して使うことで日本語の力を身につけることができます。今回はエッグさんの日記の動画を使って勉強方法をご紹介しましたが、このチャンネルで出している他の動画にも応用することができます。ぜひ好きな動画を選んで練習して、感想をコメント欄で教えてください。それではまた次回お会いしましょう。